Hello everyone! アメリカ在住のリエです。いつもご視聴ありがとうございます。はい。初めてこの動画を見る方にご説明させていただきますと、私と夫のマコはニューヨークに長年住んでいましたが、この度テキサスの北ダラスというところに移住したいと思い、車でロードトリップの旅をしながら目的地まで向かっていました。それで、私たちニューヨークから最初にメリーランド州のボルチモア2泊、ケンタッキー州のルイビルに1泊、そしてテネシー州に2泊して、車でずっと、内陸の方にかなり順調に南下していったわけなんですが、ナッシュビルを出発して次の目的地、メンフィスに向かおうとしてたんです。で、ナッシュビルからI-40っていうアメリカのハイウェイに入ったんですね。そしたら、道路の真ん中に大きな穴が開いてたんですよ。それで、その穴を私たち思いっきり通過してしまったんですね。かなり大きな衝撃があったんですけど、なんか大丈夫そうだったので、そのまま走ってたんですね。でね、最近の車って本当にすごくて、何か異常があればすぐにコンピューター画面に表示してくれるんですよね。すごいですよね。空気圧もちゃんと表示されるし、4つのタイヤ別に空気が抜けたら、あと何%残ってるっていうのもわかるんですよね。ご存知の方も多いと思うんですけども、実はニューヨークにいた時も、うちの夫がその空気圧の数字を見ながら小さなポータブルコンプレッサーを使って点検日まで空気を補充しながら乗り切ったりもしてたんですよ。あるかな？これ。ちょうど開いてた。こんなやつをね、こんなやつを使って、ここになんかあるんですけど、空気入れるやつ。これを使ってたんですよ。で、これ、すごい便利なんですけども、でも今回はかなりの衝撃があって、ちょっとレベル違いだったんですよね。ご想像つくと思うんですが、タイヤがパンクしてしまったんですよ。で急にコンピューター画面の、左のタイヤの圧が 0% になってしまったんですね。で、それ、高速道路の上で起きたんです。で、すぐに右側の路肩に車を寄せて、停車することができたんですけど、私たちも初めての経験だったんです。で、どうしようかなってなってたんですね。で、夫もね、いつものコンプレッサー持って、タイヤ見に行ってくるとかって言うんですよ。で、左側からすごい車が通ってて、しかも高速の速度で、危ないんで、出るのやめてって止めたんですけども、で、それで車の中にどうしようってなってたら、すぐに車のサービスオペレーターの人から電話がかかってきたんですね。もうこういう時のテクノロジーって本当にありがたいですよね。そのオペレーターの方に状況を説明したんですが、ここでね、ちょっといくつか不安要素が出てきて、まず私たちの車にはスペアタイヤが積まれていなかったんですね。で普通乗ったら、車体の底とかにスペアタイヤがあるらしいんですけど、私たちの車には最初からついてなくって、長距離ドライブを前提にしてなかったんですよね。そして、もう一つの問題が、その日が日曜日だったんですね。で、夫の車、メルセデス・ベンツなんですけども、その正規ディーラーのサービスセンターは、日曜は営業してない、土日は営業してないっていうことなので、つまり、高速道路上でのパンク、スペアタイヤがない、そして正規のサービスセンターが休業っていう、かなりの悪条件だったんですね。それで、この三重苦みたいな状況で、どうすればいいのかなって聞いてみたんですよ。で、オペレーターの方が、まず、サードパーティーのレッカー車を手配しますって言ってくれたんですね。で、
その後は私たちの判断になりますって言われたんですけども、選択肢が2つあって、1つはこのまま目的地のメンフィスに車をレッカーする。で、もう1つがナッシュビルにレッカー車で引き返すの2択だったんですけど、私たちとしてはやっぱり先に進みたい気持ちがすごい強かったんですね。で、メンフィスまでレッカーしてもらえるんですか？聞いたんですね。そしたら、メルセデスのレッカーサービスは20マイルまでは無料だけど、それ以上になると自己負担になりますって言われたんです。で、まあ、メンフィスまでは確か200マイル以上あったんじゃないかな。で、しかもその金額がサードパーティー次第なので、正確な金額がわからないっていうことだったんですよ。それでまあ冷静に考えてみたんですけど、ね、今乗ったばかりの高速の距離はもう20マイル以内だったので、まあ逆に戻った方が近いし、まあホテルはメンフィスに取ってあったんですけども、まあそれをね、無駄に当日キャンセルになるので、無駄にはなるんですけど、ナッシュビルに戻ってホテルを取り直した方が、結果的にすごい安く済むんですね。だから、ナッシュビルに戻るっていう判断をしました。ただ、もう一つ疑問が出てきて、で、車はレッカー車を頼むんですけど、私たちってどうなるんですかねって聞いてみたんですね。そしたら、レッカー車は基本的に車だけ運ぶので、私たちは別で移動手段を手配してくださいって言われたんです。ねえ、つまり自分たちでウーバーとかを呼んでくださいっていうことだったんですね。もちろん車をピックアップするまで待たなきゃいけないので、そこからウーバーを呼ぶっていうことになると思うんですけど、で、生身のね、体で、その高速道路に立つのってすごい怖いじゃないですか。やってる人はいると思うんですけども、怖いなーって思って、でも選択肢がなかったので、しょうがないんで、それで承諾してお願いしたんですよ。サードパーティーのレッカー車がだいたい1時間くらいに到着しますって言われて、で、電話を切ってね、車の中で待ってる間に、ホテルをね、ちゃんと、そのディーラーさんの車の会社の、隣に、ラッキーなことに、窓なりに、設定されたかのようにホテルがあったので、そこを、取って、で、レッカーの運転手さんから直接電話が30分ぐらい後に電話が来て、で、もう30分ぐらいで着きますって言われたので、すごい安心したんですけども、電話がかかってきたから、ダメ元で、ちょっとお願いしてみたんですよ。ね、私たちも乗せてもらえませんかって。で、そしたらその運転手さんが、いいですよって言ってくれたんですよ。もう神様かと思いました。もう本当にありがたかったです。それからしばらくしてレッカー車が高速道路に到着して、運転手さんが降りてきてくれて、危ないからすぐ助手席に乗ってくださいって言ってくれて、すごい優しいお兄さんだったんですよ。それで私たちが、一生乗ることがないであろう、すんごい大きなトレーラーの助手席に私と夫が乗って、レッカー車のお兄さんと3人で並んで、で、高速を U ターンして戻ったんですけど、もう私たち助けてもらった安堵感で、運転してるレッカー車のお兄さんに2人がかりで状況を夢中で説明したんですね。そしたら、その運転手さんがね、すごい話を聞いてくれる人で、運転手さんが、あの穴ね、地元の人はみんな知ってるんだよって。だからみんな避けて通るんだよ。知らない人があそこ通ると君たちみたいになるんだよね。街の経済効果にはなってるかもだけどね、ははは、みたいな感じで、ちょっと冗談っぽく言ってくれたんですね。こっちは冗談じゃないんですけど、
で、それで、私たちもこの後テキサスまで行かなきゃいけないんだけど、あの場所だけ気をつければいいんですかって聞いてみたら、他にもあったらちょっと知っとこうって思ったんですけど、で、その人が、いやいや、この I-40 と I-24 はね、内陸に入れば入るほど、道がひどくなっていくよって。で、工事も全然追いついてないんだよねって言われたんですよ。で、車が運転してくれる間、前方の、道路を見てみたら、本当にびっくりするぐらい穴だらけだったんです。しかもそのさっきのものよりも結構大きめの穴が開いてて、これはまずいなって、ちょっとその時思いました。正直、この先テキサスまで、この道で行くって考えると、かなり不安になってしまいました。でね、その運転手さんといろいろ話してたら、なんかちょっと心が和らいできて、で、私たちの事情とかを話してたんですね。で、ダラスに向けてロードトリップしてるんですよ。で、ナッシュビル初めて来たんですけど、思ったより賑やかでびっくりしましたとか、この後メンフィスに行くんだっていう話をしたんですよね。そしたら、その運転手さんが、ナッシュビル見たんだったら、もうメンフィス行かなくてもいいよって。今はナッシュビルの方が賑やかだからねって、言ってたんですね。で、お兄さんが続けて言ってたんですけど、ナッシュビルは4年前のロックダウン明けくらいから、観光客が一気に増えたんだよねって。それと同時に、ビジネスチャンスを狙って、いろんな人が集まってきたそうなんです。で、街にとってはいいことなんだけど、ずっとね、ここに住んでる人たちの中には歓迎してない人も結構いるんだよって、言ってたんですよ。で、それを聞いて、なんかちょっと胸に刺さったんですよね。っていうのも、日本とかでもよく最近観光地とか地方に移住してくる人が増えて、地元の人と観光客、移住者の間で温度差が出てたりするっていうのを結構ニュースで見たりすることがあるんですよ。で、私たちもこれからダラスに移住する予定から、やっぱり地元の人たちにはちゃんと馴染みたいし、嫌われたくないじゃないですか。なので、ちょっと複雑な気持ちになりました。そんなこんなで、レッカー車がメルセデスのディーラーの前まで到着してくれて、で、もちろん日曜日だから入り口には鍵がかかってるんですけど、その運転手さんがすごく丁寧に説明してくれて、このセキュリティポストの中にメモと一緒に鍵を入れておけば、明日の朝には修理始めてくれるよとか、それが嫌だったら明日の朝一でここに直接来ても大丈夫って説明してくれて、それでね、最後にそのお兄さんが、言ったんですよ。じゃあまた高速で事故った誰かのところに行ってくるねって。で、すごくやっぱり多いみたいですね。本当に大変なお仕事ですよね。もちろん、私たちも感謝の気持ちを込めて、チップをお渡しして、で、そのまま予約しておいた隣にあるホテルにチェックインして、すごくほっとしました。そしたら、しばらくしてから、さっきのレッカー車のお兄さんからテキストメッセージが主人の方に来たんですよね。で、内容が、君たちと同じ場所でパンクしたメルセデスを同じところに運んだよって、その車の写真まで送ってくれて、そのお兄さんのおかげですごい和んだんですよね、私たちも。で、この間もね、動画でメンフィス行けなくなったって言ったら、ご視聴者さんが慰めのコメントをくれて、で、旅にはトラブルがつきものですから、引き続き楽しんでくださいってコメントをくれたんですけど、もう本当にそれはその通りだと思います。で、そんなに毎回あるわけじゃないんですけど、過去にも、私たち、見知らぬ土地で、フライトキャンセルで、とんでもないことにあったことがあって、
まあ、多少はね、免疫がついているんですけども、でも怪我とかね、怪我をしたとか、怪我をさせたとか、ね、接触事故とかじゃなかったから、本当に、体が無事でよかったなって、いつも思うんですよね。で、ラッキーっていうか、ついてるな、運がいいって言うんですかね。いつもそういう風に思うようにしてます。で、今回もパンクだけで済んで、保証内でね、レッカーも済んだし、タイヤ代だけで済みました。と言ってもね、メルセデスって1本タイヤが$500なんですけどね。でも、もっと何もない不便な場所でパンクしたら、もっと大変なことになってたと思うので、よかったです。その後はですね、ナッシュビルのメルセデスの近くのホテルに余裕を持って2泊泊まって、メンフィスに行くのはやめて、で、アーカンソー州のリトルロックっていう街に一泊したんですね。そこからダラスに向かったんですけども、やっぱり、レッカー車のお兄さんが言ってた通り、すんごく道が悪かったんですね。で、道路の両サイドに、ずーっと、その、タイヤのゴムの破片が至るところに落ちてて、で、それがずーっとダラスまで続いてたみたいな感じで、でもね、お兄さんに道が悪いっていうことを教えてもらってたから、かなり用心して行けたので、なんとか乗り切ることができました。で、なんですけども、ダラスまであと70ぐらい、100マイル切ったみたいなところで、今度は、スコールが降ってきたんですね。で、それが結構激しくて、で、30分から40分くらいかな。ずっと土砂降りで、前が全く見えない状態でね。で、しかもトラックが多くて、水しぶきがどんどん飛んできて、何にも見えないし、水しぶきがすごいかかってくるし、で、なんだけども、止まるとね、後ろの人も見えてないから、止まるに止まれない状態みたいな感じがしばらく続いて、もう、これが本当の最後の試練だと思って、しばらく、頑張って、まあ私はね、夫を応援するぐらいしかできないんですけど、もうフォーカスして、運転して、そして、で、雨が完全に止んだ頃、私たちは無事にダラスに到着しました。っていうお話でした。で、まあこんな感じでね、トラブルの話を皆さんとシェアしたかったので、で、普段はこんな風に人前で話すのってすごい得意ではないんですが、まあ新しい土地に行くっていうことで、なんか新しいことにもチャレンジしてみたいっていう気持ちもあったので、こういうスタイルでやってみました。夫の前でやると、すごい恥ずかしいので、照れくさいので、で、車借りて、やってみたんですけど、皆さんはこの動画いかがでしたでしょうか？次はね、また2人でルームツアーとか、スーパーマーケットツアーとか、月並みなんですけど、あとはニューヨークの時の家賃の話とかもね、いろいろ、家賃とかはね、皆さん興味とかあるんじゃないかなって思います。なので、皆さんお見逃しのないように、LIKE ボタン、チャンネル登録、コメントもどしどし残していただけたら、動画作りの励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。See you soon! Bye!